海外旅行中に不慮の事故に遭ってしまった。そんな時、本当に困りますよね。医療という専門知識に対する言葉の壁はもちろんですが、治療の方法や治療の費用など悩みの種は尽きません。日本でスキー中に大怪我をしたオーストラリア人の病院体験談が話題になっていました。北海道でスキーをしている最中に肋骨と鎖骨を折るという大怪我を負ったブルースさん。痛み止めももらえず、英語も話せず、散々な目にあったと語っています。しかし、ブルースさんの発言は、それほど共感を得られず、海外から批判の声が殺到したようです。ブルースさんの体験談は次のような内容でした。私の名前はブルース。50歳になった。北海道でスキーをするため、シドニーからやってきたんだが、スキーを楽しんでいる最中、事故に遭ってしまった。肋骨の前部を6本、後部を1本、さらに鎖骨を骨折してしまった。骨が折れたのは生々しい音が伝わってきて分かったよ。その折れた肋骨が肺に刺さって呼吸がおぼつかなくなって頑張って叫ぼうとしたけどあまり声が出なかったんだ。本当にもう死ぬんだとさえ思った。でも運よくパトロール隊に救助されることになったんだ。だがソリがあまりにも小さすぎて驚いた。身長が193センチメートルの私は手足をソリからはみ出させながらロッジへと運ばれたよ。ただ小さすぎるソリよりも問題だと感じたのはそのスキー場に基本的な痛み止めがないことだった。私は地元のスキー場で30年以上働いていたので、スキー場には痛み止めが入った救急箱があることを知っていた。しかし、日本のスキー場のパトロール隊はその痛み止めをくれないんだ。私は痛みをこらえながら必死に痛み止めが欲しいと訴えたんだが、パトロール隊が痛み止めをくれることはなかった。なぜなら、彼らは痛み止めを持っていなかったんだ。さらに、病院での扱いは本当にひどいものだった。食事から寝具、医師の疎通に至るまでだ。焼けていない生の卵を出されたりもした。回復のためにやむを得ず手術に同意したんだが、鎖骨にチタンのプレートを入れられそうになって驚いた。しかも旅行保険に入っていたにもかかわらず、5日間も手術が受けられなかったんだ。支払いが確認されるまで手術はできないと言われて、フラストレーションは限界を超えてしまったよ。そういえば、通訳が英語に苦戦していた。Google 翻訳を使うくらいに。この経験がトラウマになってしまったんだ。他の人には同じ経験をさせたくないと思ったね。このブルースさんの体験談を聞いた海外の人々のコメントをご紹介します。これは恥ずかしいぞ。通訳が見つからないとは驚きだな。日本の病院にも通訳がいるよな。日本には通訳がいる病院もあるよ。すごく便利だと思った。オーストラリア人が外国でも自国のように望み通り扱われたいという典型的な話だ。パスポートには特別扱いを受けられる機能があると思っているんじゃないか？そんなに問題だと思っているなら通訳付きの保険に入ればいいのに。このアホに氷の缶桶を用意してやれ。この人は面白いものの見方をしていますね。なぜか全体的に衝撃を受けました。この人の行動を逆の立場で見てみたいですね。俺も外国に行った時は現地の言葉を話したり、現地の食べ物を食べていたぞ。世界は不公平な場所なんだ。我慢してくださいよ。
お嬢さん。外人が偉大な日本人と同じ扱いを望んでいるぞ。日本の医者が入ってきて、通り一遍の診察をして、時間の無駄だとつぶやくのを想像した。病院のスタッフにとっては、クソみたいな一日だったろうな。私は、この話を信じるよ。日本の医療では痛み止めを重要視していない。家族の同意を得てからでないと何もできない。日本に旅行に行く人は先に知っておいた方がいいよ。そんなことはない。私は日本に住んで6年半になるが、医者は飴玉のように薬を出してくれるぞ。必要だと思えばあらゆる治療をしてくれる。むしろ大量の薬の副作用を心配すべきだろう。医者は製薬会社と契約していて、薬を使えば使うほど儲かるんだぞ。君は何も知らないんだな。痛み止めは医師の処方箋が必要なんだよ。オーストラリアのように簡単には出せないの。この話は嘘くさいな。日本の医療制度は素晴らしいと思うよ。弟が体調を崩した時は、たったの5分でインフルエンザだと判明した。それも唾液検査だけでだ。お願いだから日本語を覚えてくれ。きっと助けになるから。あなたの言う通りかもしれないね。他国を批判したいだけの人もいるから。私も山形の病院にはとてもお世話になった。ホテルの支配人が通訳の手配までしてくれたんだ。この人のケースはわからないが、俺は捻挫だけで2週間分の痛み止めをもらったぞ。怪我をして日本の病院に行ったことがあるけど、設備、治療、値段、すべてに感動した。オーストラリアと違って、日本では痛み止めを出すのに処方箋が必要なんだよ。事前に調べておけば、痛み止めを持ち歩けたのにね。海外に行くなら、基本的な日本語のフレーズくらいは覚えておいた方がいいよ。それか、ポケットブックを持ち歩くとか。まるでアメリカ人の観光客みたいだな。周りの人が心を読んで、完璧な英語で会話してくれるのが当たり前だと思っている。12月に日本で事故に遭ったんだけど、お金を払う前に治療してくれて痛み止めも出してくれたよ。彼らは私をたくさん助けてくれたけど、言葉の壁は高かったんだね。退院してもリハビリに行かなければならないことが伝わらなかったよ。その後の手術のためにも何度も日本に来る必要があったし、この人の気持ちはわかる。日本のスキー場はバカが多すぎる。彼にはもう二度と日本のスキー場に行ってほしくない。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。自分も海外で怪我する前に勉強しておこうって思った人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。